どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてください。今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。木村です。はい。今日もね、木村さんにゲストに来てもらっていろいろ話していきたいんですけど、今日のトピックはタトゥー。はい。うん。うんタトゥーってね、国とか文化が違うとやっぱり考え方も違くて、だかうん。ら日本でももちろん、いろんな考え方があるんだけど、今日はね、日本でのタトゥーのイメージとか、ルールとか、若い人はどう考えているのかとか、そういうところを一緒に話せればなと思います。はい。うん。まず、木村に質問したいんだけど、日うん。本でのタトゥーってどんなイメージがある？そうね。怖い人たちがタトゥーをしてるっていうイメージがある。うん、そうだよね。一般的にはやっぱりそのイメージがやっぱり強いかなって思うね。もちろんね、沖縄の人の伝統的なタトゥーとか、北海道のアイヌの人の伝統的なタトゥーとか、そういうのもあるんだろうけど、なんかうん。一般的に今現在日本人がどう見てるかっていうと、怖いイメージが強いと思うよね。そうね。うん。うんうん。もともとね、日本ではね、罪人、なんか犯罪を犯した人にさ、こうタトゥーをしてっていうイメージがやっぱりあるから、うん。それがあって、なんだろう、ヤクザの人がタトゥーしてるとか、そういうイメージがあるよね。そうね。うん。で、そういう人がしてる入れ墨、タトゥーは大体なんか和彫りって言ってさ、なんか竜が背中にいたり、なんか鯉がいたりして、ちょっ虎と、とかね。うん、かっこいいっちゃかっこいいんだけど、やっぱりそのヤクザの人のイメージがあるからちょっと怖いなと思うよね。うん。そうね。うん。でも実際そういうさ、なんだろう、いわゆるヤクザがしてるようなタトゥーみたいなのさ、見たことある？あるよ。うん。あ、本当に実際に生で見たの？生で、そうね。銭湯で、あ、そうなの？あの、すごい、なんだろう。ファミリー銭湯っていうよりは、うん。すごい昔からやってる、あのうん。下町の銭湯みたうん。いなところで、うん。まあ、ね、そこ、初めて行って、もうきっと行くことはないかもしれないけどはい。そこ行ったらね、結構、タトゥーの人たちがいっぱいいる銭湯で、ああ。うん。ちょっと怖い思いしたね。なるほどね。もしかしたらじゃあその人たちはヤクザの人たちだったかもしれない。もしかしたらそうね。うん。そうなんだ。そういうところもまだあるんだね。あるよ。うん。日うんう本でもん。全然そういう、タトゥー OK で入れるところって今もあると思うんだけど、うん。なんかそこはね、そういう、もしかしたらそのヤクザの人たちだったのかもしれないけど、そういう人たちうん。で構成されてる人たちが行くような銭湯だったんだと思う。そうだよね。だって大抵ね、一般的な銭湯とか、温泉とか、プールとか、結構ね、タトゥーダメだよっていうところも多いもんね。うん、多いね。今、ジムとかもさ、うん。なるべくそういうタトゥーがある場合は、それを隠して、ジムを利用してくださいみたいなの注意書きもあったりするよね。確かに確かに、ジムでも結構見て、やっぱりまだこの日本の社会全体的にタトゥーに対する意識っていうのはやっぱり怖いっていう印象なんだろうね。うん、そうね。うんうん。でもさ、俺らとか俺らより下の世代、若い世代はさ、タトゥーに対してさ、同じような意識があると思う？まあ少なからず、そのイメージは減ってってると思うね。うん。むしろ若い人で最近さ、そんな大きいタトゥーは珍しいけど、小さくなんかね、自分の好きな言葉入れたりとか、あとうん。は本当に可愛いタトゥーとかしてる人時々見かけるよね。そうね。あとは、まあ必ずしもそういう、なんだろう、デザイン性のあるものっていうよりは、うんうん。美容医療目的とうん。かでさ、眉毛をタトゥーでこう描いて、で、まあ直接その化粧とかする必要がないようにするとか、薄毛うん。で困ってる人が
うん。頭をそうタトゥーで黒くしたりとかっていうことあも、できるから、あ、あの、まあもう本当個人の、なんだろう、個人がしたいならしていいんじゃないかなって俺は思う。若い人たちもきっと多分そういう考えの人多いんじゃないかな。確かに確かに。やっぱりタトゥーってね、一言で言ってもね、これ怖いタトゥーもあれば、可愛いタトゥーもあれば、木村が言ったみたいにこの毛をタトゥーで入れるっていうのもあるからね、いうん。ろいろあるね。うん。そう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 。うん、それこそね、髪の毛のタトゥーなんて、うん、5年後、10年後、俺らもちょっと必要になるかもしれないからね。そうね。それはあるうん。かもしれない。ね、それでね、温泉行ってダメですって言われたらちょっと寂しいから、そこはちょっと OK にしてほしいね。うんうんうん。そうね。でさ、まあ、木村はさ、今、オーストラリアに住んでるけどさ、オースうん。トラリアでもタトゥーに対して怖いって思ってる人多いと思う。タトゥーのきっと量にもよるんじゃないかな。なるほどね。ワンポイントちょっとあるぐらい、うんうん。ね、自分飼ってた犬の顔とかをこうタトゥーにする人たちもいあるし、あ、うそう、なんん。か好きだったアニメのキャラクターとか、はいはい。そういうのをこうね、ワンポイント入れたりとかしてる人に対して怖いとかっていうのはないけど、うん。顔に入ってる人たちもいるし、はもう顔全体がタトゥーみたいな人たちもあ。いて、その人にはうん。うん。申し訳ないけど、多分うん。なんか、怖いっていうか、まあ、うん。そうするになんだ、至った理由があるのうん。ではないかとは思う、と思うよ。こっちの人も。うんうん。なるほどね。まあ、タトゥーの種類によってやっぱ入れた理由がやっぱり違うから、うん。そうそのね、ペッそうそうそう。トのね、タトゥーとかだったら絶対ね、その自分がね、そのペットを好きだからだけど、でも他の意味でね、他の理由で言ってる人はちょっと勘ぐっちゃうところはあるよね。そうだね。うん。俺が前ジムで、こっちのオーストラリアのジムで見た、すっごいごうん。ついお兄さんが、のうん。腕に乙女座って入ってて、漢字で。かわいい。日本語の漢字で乙女座って入ってて。うん。まあ、それは、なんだろう。それに対して怖いとかっていうのは思わなかったけどさ。うん。うん。うん。まあ、こっちの人からしたら、こう漢字とか中国語みたいなのがかっこよく見えたりとかするのかもしれないし。確かに確かに。それはあるね。いや、本当だからまあ、にけど、うん、気をつけてほしいよね、それね。そう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 。すごい、そのタトゥーを入れることに関してはハードル低いのかもしれないけど、うん。あの、俺が思うのは、日本の和彫りを入れてる人たちうん。うん。は、どれぐらい、まあ、それを入れることに対して、あうん。の、なんだろう、考えたか、日本の文化のことうん。を考えたかなってうん。いうのは、ちょっと思う。俺はその人確かに。と話してないから知らないよ。うん。その人がその和彫りを入れるにあたった理由とかは知らないけど、うん。こっちの、ね、日本でさ、そのヤクザの人がタトゥーと入れ墨を入れるのは、うん。そこに対して、なんだろう、それに対してのコミットメントをこう示してるわけで、人に見せうん。びらかすためにやってる感じじゃないと思うんだね。うん。内に秘めてるっていうところだと思うし、わざわざこううん。人に見せびらかせるためにやってないとうん。思うから、うん。あの、それでもし、かっこいいから入れたみたいなのだったら、俺はちょっとがっくりかな、みたいな。確かに確かに。うん、そうね。かっこいいから入れるだけだとやっぱり配慮に欠けるというか、やっぱりそれに、その和彫りに対してもやっぱり意味があってさ、歴史があるから、そういうのを知った上で、その覚悟があって入れるんだったら、まだね、100歩譲ってわかるけど、そうじゃない人はやっぱり入れる前にちゃんと考え直した方がいいよね。そう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 。そう、それうんうん。はそう思う。で、タトゥーをこう見たときにさ、木村は実際どう？自分もちょっとタトゥー入れてみたいなとか思ったことある？ね、日本にいた時は、うん、タトゥーなんて、なんだろうな、入れたくないって思ってたけど、ちなうん、みに今はないけど、タトゥー何にもしてないけど、うん、今は、なんかそこまでして入れたいものがあるのであれば、うん。してもいいかな、みたいな思い。なるほどね。でちょっと、やっぱり
オーストラリアに住んで意見が若干変わったんだ。そうそうそう。まあ、とは言いつつも別になんか、特別そのタトゥーしたいものもないし、うんうん。だから、実際将来的に入れるかって言ったら、うん。わからないけど。なるほどね。なるほどね。うん。そこまで強く思いがあるものができれば入れるかもしれない。そう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 。うん、いや、俺はね、いや入れると思うね。あ、入れると思う。うん、多分、もう2、3年後、もう剥げ上がって髪がなくなっちゃうかもしれないからさ。そっちか。ちょっと髪そのっちのね。毛のタトゥー入れようかな。そっちのタトゥーね。うん。そうね。普通のタトゥーは、そうね、俺も別に、なんだろう、そんなにマイナスなネガティブな印象はないけど、やっぱり木村と同じで、うん。そこまで思い入れのあるものとか言葉が、ちょっと今のところ見つからないから、なんか、入れたくないというより入れる理由がないっていう感じかな。そうね、そうね。うんうん。けど確かに、その、海外の人で、ペットの名前とか、ペットの顔とか、入れてる人を見ると、うん、やっうん。ぱり俺も今猫飼ってるから、その気持ちはやっぱりわかる。うんうんうん。自分の犬だったら入れてもいいかなとか思ったりしない？ うん。どうだろうな。そんな強くないか。そのね、いや、わかるよ。でもそれを、うん。いや、人によってはさ、うん。飼ってたペットの写真を、昔の写真とかも家で飾る人もいるしさ。まあ、それうん。はその人の、そのペットに対しての気持ちの表し方の一つだと思う。別に必ずしも、その腕にタトゥーとして残ってなくても俺はいいかなと思う。うんうん。確かに。その気持ちはわかるけど、自分がやるかどうかっていう話になったら別だよね。そう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 。うん。うんうん。確かに。まあ、タトゥーについてちょっと今日いろいろ話したけど、やっぱりね、タトゥーの意味って国とか文化が違うとやっぱり変わってくるし、うん。さっきね、木村と話したように、日本の中でもやっぱりマイナスの意見っていうのは結構まだまだ多いから、まあ、タトゥーをこれから入れようかなって考えてて、で、日本に来る予定もある人とか、今日本に住んでてタトゥーがある人、タトゥーが入れたい人とかは、やっぱりね、こういう文化も理解していくことが大事なんじゃないかなと思います。ということで、今日はタトゥーについて話してみました。皆さんはタトゥーについてどんな考えを持ってますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。